こんにちは。あらよしか、今日は休校よ。知らないの？年末恒例の巡回があるだろう？今日は私の当番でね、確か藤原先生と一緒だと記憶しているが。そうだな、二人で行ってきてくれ。もこう、また後でな。ほいほい。実は藤原先生とは個人的に話させてもらえたらと思っていたんだ。なんで？特に繋がりないのにな。あんたんとこって心霊病でしょ？こっちの派閥ではなくて外の世界のことでね。見るは異なるが元天井人同士として。いや、私などよりも君の方がはるかな高みにいたがね。休校を温めたく思っていた。どうしたかね？私なんてただの箱入りだから、上とか下とか言われてもね親の七光で名がちょっと知られたくらいでしょうよ。そんなことはないよ。まれびとを任した藤原の姫。知ってんのそれ？心外かね？あれ、私は出しゃばっただけだから若干恥ずかしい思い出なのよね。じゃあ、おや。何かしら？行くわよよしか。さっさと金持ってこい。うわわ。みんな集まってどうしたのかね。寺子屋の変態教師。語呂は私の好みだが、天才教師と呼んでほしいね。なんだね、大の男が人質なんてとって。年越しの用意は済ませたのかい？うるせえ、一文なしで新年なんざ迎えられるか。だからって人質を取るなんて受け入れられるわけないでしょう。バカはやめなさい。いいからそこら辺の店から持ってこいよ。木村屋だってすぐ近くじゃねえか。ほら開いた？霊夢さん危ないですよ。無事なんだからいいでしょうが。それよりあんた、こんな忙しい時期になんてことしてんのよ。金がねえんだ。こっちだってないわ。この子に謝んなさいよ。は、知るかよ。ぐぬぬぬぬ。落ち着きたまえよ白霊の巫女。口挟むな。うわーよしか。頭に。気にしないでくれ。いやそんなこと言ったってさ。それより解決案を持たずに連行するわけにもいくまい。彼、どうするね？こんな奴に、3発殴ってほっぽり出せばいいでしょうが。この寒い季節に路頭に迷わせるわけにいかないわよ。お金か。どこのお店も簡単には雇えないでしょうし。考えたんだが藤原先生、彼を自警団で雇ってはどうかね。年の瀬の生活費が欲しいというなら明日の巡回がある。彼が役割に見合う働きをすれば、お歳暮にもらった食料や酒を分けてあげたっていいはずだ。どうかね？わかった。後で相談してみる。霊夢、こいつ、詰所に連れてっておいてくれる？藤原先生が口添えしてくれるなら確実だよ。よかったね、君。ありがとう。ちゃん、怖い思いをさせちまって悪かった。そういう言葉が出るのならやっていけるだろう。幸運を祈るよ。もこさーん。鶴野ちゃん。先生ごめんなさい。どうした？どうせ。先生、これからレテイと遊ぶんだ。一緒に行こうよ。そういうこと。ごほ。すまないが妖精、私たちは里の巡回をしなければならなくてね。今回は遠慮するよ。そうなんですね。頑張ってください。ありがとう。暗くなる前に帰んなさいよ。宿題も忘れずにやるんだよ。良いお年を。じゃあ私たち行くね。いいお塩。良いお年をだよ。あんた宿題なんて出してんの？来年の抱負を作ることと百人一首の歌を一首覚えること。簡単だろう？新年だからか。そうさ。それに最初の授業で百人一首大会をやるからね。君が読み手をやってくれると風情が出ると思うんだけど、どうかな？考えとく。藤原先生。先日小耳に挟んだんだが、上白沢先生が矢心女子に化粧しているというのは本当かい？誰に聞いたのよ。寺子屋のみんなが言ってるよ。もう、よそで言わないでよそれ。まだ決着ついてないの。そうかね、尋ねられることがあったらはぐらかしておこう。ちなみに矢心女子の感触はどうなんだい？悪くないわ。まだ中を温めてるところなんだから余計なことしないでよ。絶対よ。言わないさ。しかし矢心女子がね。なんか引っかかるわけ？いや、いい組み合わせだと思うよ。思うが。月の賢者が江戸の住人に心を委ねるか。彼女も永遠を抱えきれないということかね。興味深いな。永遠を？なんだって？永遠、なる重いものを背負わなきゃならないってことさ。天を支える巨人のように。そういう。君はどうかね、姫君。君は己の永遠を乗り越えたかい？ほら、目を下げたね。心に下がっている重みがそうさせるんだろう？自身への後ろ暗い思いが神戸を垂れさせるんだろう？女子も同じだよ。エイリンも？そうだろうさ。だから上白沢先生のような方に心を向けるのはちょうどいいよ。なんで？永遠を見つめ続けると目が潰れてしまう。フランスの詩人が意味軸も読んだように、あれは太陽と海の混じり物なんだ。同時に永遠は人を引きつける底なしの穴でもあって、遠くはよく見えるくせに自分の身の回りが見えなくなる、なんて可能性もある。その両方から脱することは難しいのだが、上白沢先生の明るさはちょうどいいんだ。それらから目をそらさせてくれる。
かぐやも明るいやつだと思うけどあいつじゃダメってわけ？女子の場合はね、君と違って、彼女はまさにかぐや姫から目をそらす必要があるのさ。さて、巡回もそろそろ終わりかな。ちなみに君の場合は、かぐや姫と共にあるので問題ないよ。上白沢先生は時々説教臭いからね。それを聞くよりも君は動いた方がいいだろう。かぐや姫に振り回されているのが似合いだよ。あんただって、アンデッドのくせに、偉そうに。私は天才だからね、永遠すら読んで遊ぶのさ。ああそうだ、私は、永遠、と軽く言ってきたが、その中でも年月は回っている。すべて記憶しているのでない限り今日は必ず新しい今日で、いつかあった過去でもいつか来たる未来でもない。君にもそうなのかね？まあ、そうね、記憶がほとんど抜け落ちてる時期とかあるし。蓬莱人の記憶にも限りがあるんだ。面白いね。それなら心配ないよ。君もいつか永遠を振り回す側になれる。あんた本当にキョンシー？もっと別の、人知を超えたなんかの妖怪じゃないの？天才だよ。それじゃあ藤原先生、良いお年を見つけてくれたまえ。お、やっと来たー。いらっしゃい。どうしたのモコウ、こっち見て。モコウゲームするわよゲーム。あのような話をするとは、感心しませんね。河川なんなんじゃないか。聞いていたのかね？愛しいヨシカの声を聞き逃すわけがありません。そうか、ありがたいね。なぜ藤原のモコウの心の傷に触れるようなことを？いたずらに踏み込めば警戒されるだけですよ。構わないさ。彼女もいつまでも、永遠、に引きずられるわけにもいかないだろう。あなたの印象によってあなたの言葉の受け取られ方は揺らぎます。悪い印象を与えることは双方に悪影響です。苦い記憶の話をしてるんだぜ。印象が悪いのは当然さ。苦味？あなたも、まだ苦しみを抱えているんですか？鼻からそんなものはないよ。後ろめたさを抱えているのは君の方だろう？矢心女子や君だけじゃない。他の住人にだってあるものだ。幻想郷とはそういうところ。影を引きずる者が集まるところ。そういう者たちが出会ったところで、傷を癒せるかどうかは別だがね。そうですね。焦らんでいいさ。焦ってどうにかなるもんでもなかろうよ。ところでなんなん、今夜はうちに来るのかい？そのつもりですが、構いませんか？君が聖徳王に絡まれるだろうことを除けばね。聖がなんなんも喜ぶだろう。聖がと私、両手に花ですね。そうだね。よしか、一首読んでくれませんか？この度は、ぬさのとりあえず神の間にまみ、ですか？パクリはダメですよ。ははは、